皆さんこんにちは、メイヨンです。めっちゃ雨漏りしてる。やべえ。前回は小屋の塗装がねようやく終わったんで、雨どいの縦どい部分の取り付け作業を進めてたんだけど、縦どいのね継ぎ方向というかつなぎ方をミスっちゃって、見ての通り失敗したところで終わりました。で今回はその続き。同じ部品買ってきてね直すだけなのも面白くないんで、こいつを調達してきました。ストラト社製の100リッタータンクですね。国産でもパナソニックとかタキロンとかいろんなメーカーさんから物は出てるんですけど、小屋の色に合わせて見た目でこれを選びました。基本このキットで全部完結してるんだけど、見た目の好みの話でね、縦どいと同じパナソニックの取水排水パーツをベースで調達しました。そんな感じでこいつらをつけていきますよってことで、早速作業行ってみよう。排水口を取り付けるために埋没したパイプにも一部変更が必要なんで、修正する部分のね土を掘り返すところから開始です。外したことね同じ長さにしたいんで、修正する部分のね取り出しが終わったんで、余材を使って排水口と合体する用の埋没パイプを作ってます。パーツ違いでね手順は前回と同じですね。はい、修正品ね、これじゃあつけていきます。この辺の作業も前回と変わらないですね。エスロン塗ってパイプをつなぐ、手順的には全く同じです。はい、戻します。地面側の作業はねこれで終わりなんで、土を埋め戻していきます。よし、じゃあねここにねタンクを組んで、ここをちょっと整地して一旦水平出しますね。後でアプローチ作るときにねちょっとやり替えるかもしれないけど、とりあえず置くように一回整地します。はい、そしたら巻いていきます。よし、じゃあオーストラリアンレンガ忘れた、いいや、置いていきます。この部分に関しては後でやり替えるんで、水平も大まかにやって終わり。めちゃくちゃ勾配でもついてなければね適当でも大丈夫だと思うんだけど、タンクにね水が入ると重量が結構かかるんで、下が土の場合は踏み固めるとか砂利なんかを敷いた方がいいかもしれないです。設置の雰囲気見たいんでね、一旦蛇口を取り付け。よし、じゃあ足設置していきます。はい、タンク本体ね、これだとこの足が邪魔になるのか。最初の置き方だとね、じょうろとかで水汲む時に足が邪魔になるんでね、45度回転させたこの向きで置くことにして、次の作業へゴー。よし、そしたらこの取水口、ここに穴を開けていきます。ドリルドライバーね、エレバリオのやつ。26パイ。英語の説明書27パイで、日本語の説明書26なんだよね。謎。よし、開けていきます。柔らかめのプラスチックなんでね、木工用のホルソーですんなり穴は開きました。反対のオーバーフロー用、こっちも開けます。別売りのオーバーフローキットを取り付けるんで、反対にも穴開け。タンクの設置場所をね後で変えたりするかもなんで、高めに取水口をつけとけば自由度を低くこいつを調達しました。オプションのオーバーフローを使わない人は片側の穴開けだけで OK。 よし、そしたら取水口つけていきます。これネジになってるんでね、入れて、これかな、裏のナット的な何かをつけますわ。結構硬いんだけど、マジ硬い、めちゃくちゃ硬いんだけど、合ってる？ネジ山がねめちゃくちゃ精度悪い、もうバリだらけで、これね潰れちゃってるから回ってかないんでね。ネジ山をちょっと整えてあげて、最終的にパワーで解決でした。はいて、はい OK。反対側ね、
反対側は L のやつね。これ最初から入ってたからめちゃくちゃ精度いい。こうやってスルッと回るのが普通ですよね。海外製は部品の出来がまちまちですね。はい、こんな感じで装着完了ってことで設置していきます。はい、じゃあ乗せていきますよ。そしたらね、取水口これつけていくんで、ちょっと高さを見ますね。見るとこう突き当てるとここに当たるんで、中の底がそこが取水ラインなんですよね。なんでこうはめた時のここの高さがこれと同じか、高ければ OK なんで、こんな感じでちょっと切りたいと思います。目剣でこれぐらいでいいかな。じゃあここで切りますわ。カットラインにマーキングのマスキングテープを貼って、それに沿うようにして連のこでパイプをカット。こんな感じでね、まっすぐ切れました。はい、前回見せたやつ、屈辱の上のパイプと下のパイプの間が 60mm になるように寸法を見てカット。よし、つけてみます。ってことで挿入イン。ホースをつけていきますわ。クランプあるんで、バンドクランプあるんでね、先に通しといて、こっちも通しときます。あ、そうか、お前パナのやつからこっちあかんわ。マジ？お前ならいける。ちょっと待った。先にこっちつけるわ。ダメや。先にこっちつけるね、こっち。あれやな、パナだから合ってないかもしれない。プラスチックの人生でなんとかこう広がって無理やり入らんかなとも思ってちょっと頑張ってみたんだけど、無理。ちょっと後回し。こっちのねアウト側つけていきます。オプションで買った蛇腹だけど、これね冗談みたいなカットですわ。まあいいや、つけてみます。こっちも若干問題が発生して、戻し口の外周に本来ホースが入るっぽいんですけど、ホース自体が柔らかかったのが幸いして内側にぴったり入ったんで OK としました。いいね、入った。隙間あるからね、ゴミ入りそうだけど、いいでしょう、メンテできるし。はい、OK。上がこっちがパナのやつなんで32で、付属のがねこれなんだけど、これ 25π でそのまま使えないんで、ちょっとこいつと合体させてくっつけたいと思います。シールテープ。太いパイプ調達してきたんですけど、小さい方に対して 3mm 隙間が出るんで、そのまま使うと水漏れするかなってことでジョイントして使うことにしました。はい、こんな感じ。よし、つけていきますね。バンドクランプをこっち側とあとこっち側にも通して、これで締めていきます。バンドクランプね、オーバーフローキットの方ついてなかったんで、実は1個買い足しをしてます。自己癒着テープ。追加の隙間漏れと、外れ防止用のテープですね、こいつを巻いてやります。よいしょ。はい、OK。こんな感じでね、ようやく設置終わりました。雨水タンク完成です。ってことで、よし。よいしょ。そしたらね、恒例の排水チェックで流していきます。漏れてるね。ちょっと漏れたんでね、35で全部やってみますわ。シールテープ厚めに巻いて。でもこれコンパ1だからさ、30周しないと厚さ30周すりゃいいのか。ちょっと他に手がなかったんでね、
太いパイプ1本でシールテープを 3mm 分巻いて隙間を埋める作戦でいくことにしました。26、27、これでいいでしょう多分。よし、リベンジ。2度目の正直です。洗濯機用のはいな。いきます。はいや。さあどうでしょう。お、こっちの方がいいね。漏れてないよ。でこっちの方がいいね。こっちもね漏れてはないですね。大丈夫。あとオーバーフローしたらどうなるかはね、水もったいないんで、その時はその時に見ます。はい、ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、縦問い予想定外にミスったんで、リカバーする形でね、この雨水タンク今もう満水でこうやって出るけど、この子をつけてあげて、今回は終わっときたいと思います。というのもね、表の空き地だったところになんか建物が建つらしくって、で、4時過ぎぐらいまでかな、作業してて、で、重機が動いてるんでね、もうマイクの音は全部全滅しちゃうし、工事の人も映り込むんでね、工事が終わった4時過ぎかなの時間で作業と撮影してるんで、いつも通りこうキュッと詰め込んだ動画にしようとすると、結構ね、間が空いちゃうんで、少し小出しですけど、今回はここまでにしたいと思います。と言いつつ、小屋はもうあとちょっとで完成なんで、次回で完了かなって感じです。その後ね、ようやくこっちのアプローチのとこできるんで、アプローチなんか言ってんだろうね。いいや、そんなことは。こんな感じで。続きもよかったら見てください。チャンネル登録、高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。